ギシッと音がして、病室のドアが開き、袋を抱えて入ってきた。見ると二人がこっちを見てた。目を丸くして見ていた。顔色が一気に曇った。なんで来たんだ。来ちゃ悪いの。何しに来たんだよ。また刺激しに来たのか。口調に不満が滲んでいた。態度に気をつけて。我慢の限界だった。それが最後の警告だった。頭おかしいわ。うまいもんいっぱい持ってきたぞ。口調が和らいだ。これ以上突っかかれば、確実に切れる。それには彼女もかなわない。矛先を向けた。まだいっぱいあるぞ。ほっといて続けてくれ。ちらっと横を見た。買った食い物を。ニヤニヤしながら見た。恩知らずすぎるぞ。一晩仲間持ってやったのに。それが口調かよ。うまいもん買ってきてやったのに。睨みつけた。勝手にベッドに座った。二人の態度を気にする様子もない。加わって。話がぱったり止んだ。空気が気まずくなった。気にせず。二人の喧嘩を楽しみにしていた。こんな名勝負はなかなか見られない。間にいるだけなのに。まるで深い溝があるようだった。両方とも不機嫌で。あたりに火薬の匂い。そうだ明日東京に着く。帰ってちゃんと寝ろよ。その顔じゃ中踊りじ戻らないぞ。慰め方が上手かった。一言でムッとさせた。興味深げに。ニヤニヤしながら見た。ますます眉を潜めた。どんだけ私のことが嫌いなの。問い詰めた。もちろん幸せになってほしいわ。自分が何してるかわかってる。平然と手を振った。目をまっすぐ見た。私は違う。堂々と好きを終える。あなたはできる。続けて言った。唇を噛んだ。急所を突かれたようだった。説明できるって言ったでしょ。知らないと思ってるの。これが最後の警告よ。言ったら容赦しない。鋭く警告した。目が少したじろいだ。ふんとそっぽを向いた。いちごを洗いに立ち上がった。何か言いたくないの。席を外すと。ため息をついた。面白かったな。ニコニコ答えた。怒らないの。態度に違和感を覚えた。前なら乗ってきて。二人まとめてけなしたのに。怒りたいけどな。うなずいた。その言葉の意味に。拳を握りしめた。歯を食いしばって睨んだ。どういう意味だ。問い詰めた。別に深い意味はない。トイレに行くだけだ。布団をめくって起き上がった。手伝うよ。いちごを洗い終えた。慌てて駆け寄ってきた。姉さんトイレまで手伝うの。呆れた。病人だからだよ。しょんぼりした。ありがたいけどな。病気なだけで寝たきりじゃない。呆れ笑いした。まだ体はだるいが。大したことはない。5階までどうってことない。トイレに入ると。外で二人がまたやり合っていた。明らかに劣勢だった。声はでかいが。一言で。いつも詰まっていた。トイレの中で聞いてて。もどかしかった。声がでかいのが正義かよ。理不尽な奴に理屈なんか通じない。用を済ませて出ると。二人とも不機嫌そうな顔だった。ソファで膨れっ面。ベッドのそばで無言だった。喧嘩もしたし。騒ぎもしただろ。黙ってるか出て行け。休みたいんだ。うんざりしていた。黙るわよ。腕組みんで答えた。軽く笑った。それが一番強い口か。一番早い弱音か。先に帰れよ。その様子だと。気遣いに。一瞬驚いた。続く言葉で怒り心頭に発した。ここで倒れるなよ。複雑な目で。ニヤニヤした視線の中。そっと息をついた。昨晩から今まで本当に疲れていた。早く風呂に入って寝たかった。来たのは不愉快だが。彼女も気にかけている。行くわ。また後で話そう。じっとしてろよ。張先生がまた検査に来るって。疲れた体を
引きずって外へ出た。最後に一言かけた。微笑んで見送った。心の中で悪態をついた。息子の飯の主のためだ。構ってられるか。去ると。急に元気になった。大勝利を収めたようだった。ウキウキとベッドに来た。あれこれ気を使い始めた。寒い寒くないとか。水飲む飲まないとか。ハエのようにうるさかった。高校の時の話をしようか。恥ずかしい話もあるよ。必死に話題を探した。複雑な目で見た。もういい。話す気分じゃない。暇なら髪を何とかしろ。見苦しいから。遮って言った。あのアフロを指さして。ストレートに言った。ああいうのは好きになれない。言いたいことは前からあった。彼女が酔って絡んできたとき。焼いてやろうかと思った。その言葉に。目が曇った。表情も暗くなった。どうしたんだ。急に落ち込んで。驚いた。別に嫌なら。後で直すわ。時間かかるかも。声は悲しげだったが。こびるような口調だった。俺の好みの問題じゃない。好きならそのままでいい。なんでそんな頭にするんだ。呆れて首を振った。いつまで経っても。そんな痛いことやってるんだ。うつむいた。しばらく黙ってから口を開いた。小さい頃すごく内向的で。目立たない存在だった。正反対で。彼女はすごく面倒見が良かった。いつも後ろをついて回った。それを聞いて。驚いた。大人になって性格が逆転したのか。今の明るくて活発。無口で暗くなった。不思議だな。ここ数年で変わったんだ。内向的で人見知りで。小さい頃いじめられた。大人になって決めたんだ。彼女みたいに輝きたいって。自信満々になりたいって。寂しげに笑った。視線の前で続けた。彼女は強すぎて。一緒にいると誰も気づかない。だからこの髪型にした。注目されたかったんだ。慣れたけどね。これが自信になるんだよ。その説明に。心を揺さぶられた。自分も昔そうだったな。当時は嫌なことばかりで。辛くても誰も共感しない。楽しくても誰も気にしない。その時に分かったんだ。人は集団であり個人でもある。他人の目なんか気にするな。飯がうまく食えなくなるだけだ。今から髪を直してくる。待ってて。微笑んで。立ち上がって出て行った。去り際を見送りながら。苦笑いした。何も言わずに。ベッドに寝転んで。動画をだらだら見始めた。それで気を紛らわせた。1時間ほど暇を潰した。白い医療服を着た。白髪で元気な医者が。ニコニコした顔で。数人の医者を連れて入ってきた。その尋常に驚いた。目が少し慌てていた。先生が手に機器を持った。医者に手を振った。緊張するなよ。もう一度検査するだけだ。うなずいた。言ってた。超教授だろうな。機器をつなげて。おとなしく横になった。数分で検査が終わった。心電図を。じっくり見た。緊張して見つめた。顔色から結果を読もうとした。後でまたレントゲンを。念のためな。見終わると。言わずに。他の医者に伝えた。わかりました。手配します。中年の女医がうなずいた。先に出ててくれ。彼と話したい。言うと。みんなが素直に部屋を出た。ぼんやりしていた。入院は初めてじゃないが。こんな大勢は初めてだ。主任医師の名札が何人もいた。こんなレベルの専門家は。今までいなかった。どうしたんだろうな。気分はどうだ。椅子に座った。声は落ち着いていて。親戚の心配そうな口調だった。まあまあです。驚いてうなずいた。この白髪の医者が気になった。主任医師が何人も。この元気なじいさんの後ろにいる。
どれだけ偉い人かわかる。緊張した。同じ病気で入院したのは、初めてじゃないが、こんな注目は初めてだ。今回は結構危うなかったが、前は痛くなったら、自分で病院に行ってた。意識はあったんだ。この病気は長いんだろ。なんで早く治療しなかった？不思議そうに聞いた。暗く笑った。早く治療した方がいいのは、わかってる。長引くと悪化する。先生言ってください。覚悟はできてます。死んでも構いません。好きに使ってください。諦めていた。最悪元の場所に戻るだけだ。未練はあるけどな。考え方が若いな。意外そうだった。とっくにわかってる。命の読み方は一つだけだ。先祖が教えてくれた。命は一つしかない。大ごとにしてきた。ダメだったら仕方ない。来世でやればいい。達観していた。もともと未練なく来たんだ。来なきゃならなかった。去らなきゃならない。怖くはない。心配しすぎだ。面倒だが大したことない。手を振った。驚いた。覚悟はできてたのに。息子に遺言を頼もうかと。この急な態度は何だ。怖がらせただけか。それとも考えすぎか。資料は見たぞ。今日一日何人も電話があった。君のことを聞いてきてな。すまんな。ただ不思議なんだ。どんな人物かと。ここ中数時間で。何人もの電話を受けた。皆容体を聞いてきた。不思議だった。頼んでくる。同時に頼んでくる。資料を見ると。身寄りがない。特別な背景もない。友情で頼んだのなら。わからなくもない。今日は別の電話もあった。その身分が気になった。クレカから東京の名家まで。芸能界からもあった。これだけで。ただものじゃない。人物だなんて買いかぶりです。ただの庶民ですよ。金持ちの知り合いがいるだけです。手を振った。自分はただの雑魚だ。話したくなければいい。治療方針の話をしよう。海外の専門家が数日後に来る。仕方なく首を振った。無理強いしなかった。心の中では疑問に思っていた。ただの人間が、こんなに関心を集めるはずがない。この手の話はよくある。話したくないなら、こちらから聞かない。治療方針ですか？驚いた。前に病院で聞いたときは、高すぎて諦めたんだ。結構です。今は治療できません。大したことないなら、退院できますか？断った。一瞬驚いた。まさか断るとは思わなかった。冗談かと思った。お金がありません。貯まったらまた治療します。前に先生が言ってた。30までは大丈夫だと。平然と言った。まだ時間はある。50万くれた時も。自分のために使おうか考えた。時間はあると。急ぐ必要はないと思った。今は貯金もない。治療なんてできるか。そんなにプレッシャーを感じるなよ。感情の波は激しくするな。柔らかい鋼になれ。微笑んでうなずいた。費用の心配は無用だと思うがな。何か誤解してませんか。若い者はいつも気づくのが遅い。自分の体を大ごとにしない。首を振って。立ち上がった。ゆっくり休め。後でレントゲンを取ろう。去った後。10分ほど横になった。看護師が笑顔で案内に来た。レントゲンを取りに行った。戻ってから。ベッドにぐったり横たわった。頭の中は考えが渦巻いていた。整理がつかなかった。倒れた後何があったんだ。みんな変になった気がする。息子に聞くしかないな。スマホを見た。この時間ならあいつは、昇進祝いの席だろう。迷ったが後で話すことにした。あいつのことだ。終わったらすぐ来るだろう。急ぐことはない。ショート動画を見たが、
どれも面白くなかった。いつもはドキドキする。お色気動画も。全く興味が湧かなかった。どうしたんだろう。おかしいな。泌尿器科も見てもらうか。その時また彼女の動画が、おすすめに表示された。動画の中の彼女は輝いていた。ステージで歌を歌っていた。歌声は甘く美しかった。まるで輝く星のようだった。すぐにスワイプした。続けるとデータがクソすぎた。何本かおきに関連して。彼女の人気が分かった。スマホを脇に置いて。暗くなる窓の外を見た。心は予想外に穏やかだった。長い沈黙の後。そっとため息をついて。黙ってスマホを手に取った。間違えたなら間違えたでいい。当時は霧の中に立ってた。迷ってたんだ。戻っても同じ選択をする。選ばなかった道を美化しない。人生に無駄な道はない。一歩一歩が意味がある。過去を振り返るな。足元が一番いい。LINE の投稿を見た。すぐ電話をかけてきた。また刺激受けたのか。待ってろ、すぐ行く。電話の向こうから。元気な声がした。まだ6時過ぎだ。電話を切って数分後。袋を下げて入ってきた。部屋に果物や牛乳が。たくさんあるのを見て驚いた。どうしたんだよ。ベッドに座って聞いた。来なきゃあの二人に。うるさくされるだろ。まだ食ってないのかよ。あの二人は。白い目で聞いた。一人は帰った。もう一人は身を直しに行った。そろそろ戻るだろ。うなずいて。飯を開けて食べ始めた。食欲あるな。安心した。昇進祝いはどうした？抜けて大丈夫か？食べながら聞いた。用事だと言ったら。すぐに出て行けと言われた。得意げに笑った。その言葉が効くんだよ。これから彼女と関わる機会が増えるぞ。首を振った。才能がある。手を貸す気だ。だが得がないと。高く登るほど落ちるのも深い。彼女が牙を剥いたら。最初にやられるのはあいつだ。何を悩むことがある。稼いだらさっさと辞めりゃいい。人脈と金で。自分で会社をやるんだ。全く気にしてなかった。驚いた。結構先見の明があるじゃないか。さておきお前の LINE の投稿。どういう心境だよ。目が覚めて一番に。好きな人に別れ告げたのか。言うなよ。めんどくせえ。冗談に。飯の味がしなくなった。辛くないと思ったけどな。前に会ったことすらなかったのに。暗い顔で言った。肩を叩いた。彼女に見えない投稿で。別れを告げたんだ。過去のことは終わった。足元の道を歩くだけだ。まずは体を治せ。慰めた。言いたいことがあるんだ。なんでここに入れたんだ。一日分の家賃と同じだぞ。金持ち扱いするなよ。興味を持った。レントゲンの時に聞いたんだ。入院したことはあるが。こんな豪華な病室は初めてだ。値段は5つ星ホテル並みだ。ホテルより快適じゃないけどな。これは俺の手配じゃない。ここはいいところだ。真面目に首を振った。それから全部話した。細かい部分は省いてな。超教授を。夜行新幹線で呼んだのか。目が覚めたら。この VIP 病室に運ばれた。頭を整理した。病院の人の目が違うわけだ。だから感謝しろよ。教授はそう簡単に。呼べる人じゃないんだぞ。口論した。満足してないが。今回だけは違ってないと思った。お前もバカだな。退院の手続きをしてくれ。話を聞いて。さっさと逃げることにした。やっと区切ろうとしたのに。また借りを作った。お前こそバカだろ。いい機会なのになんで治療しない。不思議そうに言った。心臓だけじゃなく。頭までやられたのか。後で治せばいいだろ。もう課長になったんだし。給料倍増だろ。
年寄りの面倒も見れる。言って、病院着を脱ごうとしたとき、ドアが突然開いた。屈強なボディーガードが、弁当箱を下げて入ってきた。そうがすぐ来ます。先に食事をと。ガードマンは前の残飯を見て驚いたが、黙って置いていった。もう食べたんだが。仕方なく言った。そうの指示です。食べるかはあなた次第です。ガードマンはそれだけ言って、出て行った。顔を見合わせた。目に困惑が浮かんだ。主人が変われば、奴隷も変わるな。なんだあの態度だよ。最初に不満を漏らした。お前も食べてないだろ。食べろよ無駄にするな。慣れていた。命令に忠実な。ロボットみたいな奴らだ。気持ちなんてないんだよ。うなずいた。腹が減っていた。弁当を開けると微味そうだった。ガツガツ食べた。見てて。みっともないと言った。だけど手配は。間違いなく高級だ。味は悪くない。食べ終わった後。時間を見た。イライラしてきた。早く服を調達してくれ。退院手続きを頼む。もう痛くない。すぐに来るし。髪が終わったら。戻ってくるだろ。早くしろよ。一日多いと金がかかる。迷ってると。急かした。孤児院に金を寄付するのに。自分の治療費は渋るのか。その時またドアが開いた。冷たい声がした。そう。立ち上がった。顔をしかめた。来ると思ったよ。足が速すぎるだろ。安心して入院しろ。金は心配するな。歩いてきた。机の上の空の弁当を見て。声が和らいだ。結構です。節約できればな。返せないからな。その慰めの口調に。背筋が凍った。慌てて首を振った。返せないなら。これからゆっくり返せ。利子は取らない。冷たく笑った。めんこも気にしていた。彼には大金だが。へでもない。彼女にとっては。道端で肉まんを買う感覚だ。それは無理ですそう。自分のことは自分でやります。また断った。言った通り。そばにいると寿命が縮まる。今はできるだけ避けたい。もう関わりたくない。無理でも我慢しろ。体を舐めるな。目が冷たくなった。いつもの高飛車な口調に戻った。複雑な目で見つめた。憔悴した目が。必死に冷たさを保っていた。見つめられて。思わず視線をそらした。悪いことした子みたいに。そうの言う通りだ。僕はそうの味方です。迷った末に言った。軽くうなずいた。眉を潜めた。味方の裏切りだ。体が大事だ。他はどうでもいい。そうが外国から医療チームを呼んでくれたんだ。まずは体を治せ。続けた。考えは理解できたが、やり方は賛成できなかった。みたいな権威が見てくれる。夢にも思わない機会だ。外国のトップ医療チームを総動員して治療してくれる。そう気にしないでください。あいつは山猿に過ぎません。まず見て。それから言った。死ぬのが怖くないなら、借りを増やすのも怖くないだろ。素直になれよ。いい年して。どっちが大事かもわからんのか。揺れるのを見て。畳みかけた。肩をポンポン叩いた。好きにしろ。ここには痛くない。迷った末に。妥協した。心は納得してなかったが。言葉は正しかった。死ぬのが怖くないなら。借りを増やすのも怖くない。それでいいんだ。人の行為を無駄にするな。満足げにうなずいた。じゃあどこに住むんだ。戻るのか。複雑だった。状況は調べてたが。短期的に問題はない。それでも入院を続けて欲しかった。海外チームが来るまで。あんたのところは環境が悪い。どうしても嫌なら。私の家に来ればいい。
提案した。いいえ。泊まるところはあります。家には。言わなかった。どこだ問い詰めた。言いたくなかったが、すべてを見透かすような目で、見つめられて、仕方なくため息をついた。人民大橋の3番目の、カーテンのある橋の下だ。お前な。怒った。冗談だよ安心しろ。外来の時に来るから。橋の下は本当に寝たことある。寂しげに笑った。一番落ちぶれた時の、思い出が蘇った。好きにしろ。まずはブラックリストから外せ。詳細は知らないが、過去は調べていた。苦労したのは分かってた。橋の下で寝たと言われても、意外だとは思わなかった。むしろ想像できた。切なかった。誤解するなよ。医療チームが来たら、連絡するからだ。説明した。一日中金の話ばかりだな。金の亡者か。500万やると言われて。なぜ断ったんだ。まだ心配ではあったが。元気そうだった。それほど心配はしてなかった。ただ少し不満だった。金の話以外に。何を話せばいいんだ。君子は金を愛するが。取り方はちゃんとしてる。平然と言った。資本家に理念を語れとでも。見くびられたもんだな。冷たく言った。だから言っただろ。俺のこと知らないって。金持ちに育ったお前に。貧乏の辛さがわかるか。構わず続けた。反論しなかった。複雑な目で見つめた。あっさり笑った。昔道端でカップルが、一杯のタピオカを分け合ってた。それを聞いて、興味を持った。その時惨めだと思った。頑張って金を稼ごうと決めた。必ず2杯買うと決めた。吹き出した。呆れて言葉が出なかった。恋愛話かと思いきや、こいつの思考回路はおかしい。バカ。帰りたいなら帰れ。こっちのことは気にするな。ゆっくり休め。軽く罵って言った。ありがとうございます。真剣に礼を言った。連れられて出ようとした。玄関に短髪の少女が立っていた。弁当箱を下げて。背が低くて恥ずかしそうだった。前髪でおでこが隠れていた。来たのは、髪型が変わって、すごく可愛くなっていた。ヤンキーから、ロリータになってた。驚いて、誰だこの子はと言った。驚いた。こんなに変わるとは。前のきつさが消えて、目が澄んでいた。おとなしい様子に、違和感を覚えた。彼女は恥ずかしそうに笑った。どうしたの？わかんないの？弁当を持って。恥ずかしそうに聞いた。ちょっとわかんなかった。正直にうなずいた。感慨深かった。これが本当の姿か。アフロを取ったら、性格まで変わった。女は変わりやすいって。本当だな。今の見て。どこかで見た気がした。すぐには思い出せなかった。ご飯を持ってきたよ。お腹すいただろ。ニコッと笑った。髪型を変えて。すごくおとなしくなった。前のアフロは、仮面みたいだった。仮面を取った姿に、戸惑った。もう食べたよ。これで3つ目だ。後ろの食べかけを刺した。それを聞いて、顔が曇った。へえ。珍しいこともあるもんだな。その地雷た。じろじろ見て。嘲笑した。心の中では圧迫感があった。前の派手なアフロは、内気さを隠すためだと知ってた。みんな言い聞かせたが、彼女は聞かなかった。みんな慣れてた。まさか急に変わるとは。意外だった。これが本来の私よ。好きならそれでいい。皮肉なんて。気にしなかった。気まずかった。首を振った。みんな因縁だな。なぜ自分にはないんだ。ちょっとイケメンなだけか。この世界やっぱり顔か。嫉妬した。逃げ出したかった。月下老人を恨んだ。
適当に縁を結ぶなよ。ため息をついた。何の罰だよ。好きになってもらえる。資格なんてないよ。淡く笑った。目は真剣で優しかった。好きに理由がいるの。どこが好きなんだよ。全部直すから。肘でついた。気づいた。失礼だった。善意だけは裏切れない。ごめん。そういう意味じゃなくて。暗い目に。一瞬光が戻った。いいよ。どうかな。話題を変えた。くるっと回って。新しい髪型を見せた。期待の目がキラキラしてた。ただ微笑んでうなずいた。金持ちには興味がないが。一晩仲間持ってくれたのは知ってる。少しは感動してた。以外にも、心配してくれる人がいたんだ。普通の友達なら、悪くないと思った。髪型に時間がかかって。ごめんね待たせた。食べたならいいか。待ったけど、期待通りの反応じゃなかった。気にしなかった。可愛く首を振った。ちょっと残念だったが、あまり出さなかった。先に用事があるから行く。言った。女の子が個性を出すのは、悪いことじゃない。今の方がずっと見やすい。行くってどこへ？退院だ。なんだって。誰が決めたんだ。なんで退院なんだ。手術するんじゃなかったのか。知ってることを。聞き返した。答えずに。ちらっと見た。彼女は冷たく黙って立ってた。何考えてるかわからなかった。あなたなの。なんで退院させるの？問い詰めた。髪を切ったら。頭まで切ったのか。冷たく笑った。どういう意味だよ。ゆっくり話せ。先に行く。また喧嘩になりそうだった。見ると。彼は心得てうなずいた。止めようとしたが。態度は硬かった。仕方なさそうに。その場に立ち尽くした。何が起きたかわからなかった。家に戻って。風呂に入った。説得されてベッドに横たわった。ちゃんと寝ようと思った。病院では眠れなかった。一つは費用がバカにならない。二人ともいなくなった。動物園の猿みたいで。いい気分じゃなかった。LINE を見ると。いいねがあった。だった。友達は少なかった。LINE には100人くらい。登録してたが。名前も思い出せない。特に自分から追加した女の子は。相手の顔を立てて。断らなかっただけだ。追加しても。ほとんど話さなかった。そのうち女の子も離れてった。みんな一方的に消しただろうな。眠くなってきて。スマホを置いて寝ようとした。着信音が鳴った。番号を見て。表情が曇った。スマホを手に長い間迷って。切れそうになった時に。思い切って出た。もしもし。相手は一瞬迷って。小声で聞いてきた。うん。よかった大丈夫なのね。電話の向こうの。安心した声で言った。ごめんなさい。私が子供だった。影響しちゃったわね。何も言わないうちに。声が暗くなった。倒れたと。聞いていた。自分と会った後に。発作を起こしたと知って。すごく落ち込んだ。何度も謝った。電話をかける勇気もなかった。嫌われるのが怖かった。機械音声が怖かった。哀れな声に。心が揺れた。深呼吸して落ち着かせた。謝らなくていい。こちらこそ悪かった。動画が蘇った。胸が詰まった。息ができなかった。電話の向こうで。優しく笑った。私の問題よ。謝るべきは私の方。わがままに好きって押し付けて。気持ち考えなかった。ごめんなさい。もうしないから。最初からやり直せる。友達から始めよう。一日中忙しかったが。落ち着くと思い出した。ずっと考えてた言葉を口にした。彼の気持ちがわかった。無理強いしない。
自分が忙しすぎたと反省した。もっと彼の生活を知るべきだった。全部やり直せばいい。2年かかっても構わない。彼さえいれば私もいる。声に、目が赤くなった。必死に耐えたが、一言も出なかった。わかってた。少し待ってから。小さな声がした。じゃあブラックリストから。出してくれますか。恥ずかしそうに言った。いいけど。言いかけると。わかってる。じゃあおやすみなさい。察して。話せただけで嬉しかった。電話を切って。苦笑いした。LINE を開けて。ブラックリストから外した。やりすぎはいけない。罰が当たるからな。寝ようとしたとき。LINE の通知が鳴った。スタンプだった。外れたか確認してるんだな。既読がついたと思ったら。取り消した。微笑んだ。大丈夫なのか。影響大きいだろ。送ってやった。慌ててスマホを見た。待ってたんだ。嬉しそうに立ち上がった。スマホを抱えて。興奮してた。言葉を選んで。素早く返信した。やるべきことはやった。あとは好きにさせとく。気にしないで。会社の広報がやってる。返信に。少し安心した。情報はショート動画だけだが。ずっと人気だった。心配だった。ゆっくり休んで。スマホは見ないで。心配して。メッセージを送った。スタンプを返して。布団をかぶって目を閉じた。返信しなかった。話し続けると止まらなくなる。その時マネージャーが来た。寝る前の牛乳を持ってきた。目が潤んでいたが。幸せそうだった。彼にお金って必要かな。突然聞いた。誰でもお金は必要なんだよ。大姉は呆れていった。それを聞いて。眉が寄った。大姉は首を振った。牛乳を差し出した。もちろんお金と夢が。結びついたら最高だ。お金だけじゃない。それ以上に夢がある。厳しい芸能界で。自分の道を切り開いた。お金がないはず。助けたいの。安心しろ。治療してるんだ。お金なんて問題ない。あの子はプライドが高い。お金をやっても受け取らない。大姉は呆れていった。あの人は誰なの？結果出た。興味を持った。大姉は首を振った。調べようがない。誰に聞いてもわからない。そうなんだ。不安になった。どれだけの秘密があるんだろう。東京は蛇が多く虎もいる。金持ちはプライバシーを重視する。普通のルートでは調べられない。大姉は説明した。自分で病院に調べさせても。何も出てこなかった。口を閉ざした。頼んだ人の身分が。どれだけすごいかわかる。微笑んだ。芸能界の揉め事には。詳しくないけど。ちゃんと。面倒見てもらってる。安心した。あのどこがいいんだ。夢中になりすぎだ。目を輝かせて笑った。どこがいいか言えないけど。誰にも変われないの。牛乳を飲み終わって。もう一度投稿を読んだ。迷った末に長い文を送った。返事がなくても気にしなかった。微笑んで目を閉じておやすみ。